こんにちは、リオです。本日はホロタク難易度6のローレライのモーションをスローで眺めていきます。景気づけに大技からと言いたいところですが、ローレライは強振度ダウンを取らなければ難易度がかなり下がるので、そちらから説明します。強振度ダウン場合は2種類のループを交代でやってきますので、まずはノーカットで紹介します。どちらのループもシャボンを5つゆっくり落とす攻撃から始まり、最初のループは2手目に大きなシャボンを投げて、それが落下すると収縮する金管が6回きます。ローレライの難しいところは攻撃が重なることで、この場合も金管が終わる前に次の星の攻撃が降り始めます。色合いが綺麗だし、星も可愛らしいのですが、猛攻がひどいです。第1ループと第2ループの間にハンモックで休憩をするモーションがあって可愛いですね。月に乗ってるいうのみたいです。指をスナップして起き上がったら第2ループ開始です。第2ループもシャボンを5つ下ろしてくる攻撃から始まります。この大きさのシャボンは物理攻撃で割ることができます。第2ループの2手目はクロスした戦撃を2回放った後、手を上げて衝撃波です。この動画ではニュートラルポジションの後を技の切れ目として分けていますが、決まった順番でしかやってこないので覚えるのが早いかもです。最後に金管を一度収縮させて爆発し、ワープして第1ループに戻ります。あとは強振度ダウンまでずっとこれの繰り返しなので、ソロでダウンさせないように戦うのが最も簡単です。前半の補足です。金管を6回伸縮させる攻撃は、収縮が始まる前に円の中心に1回判定があり、捕まると打ち上げられます。あとは収縮しているくっきりした金管ではなく、収縮した後に爆発して広がるぼんやりした方の金管の衝撃波を避けていく感じです。それとこの技は一生回避反撃してやり過ごすこともできますが、そこまで窓が広くないので、キャラによってはタイミングが合わないかもですね。星が降ってくる攻撃と重なっても円の爆発を避けていれば回避反撃のタイミングが合わなかったことがないので、上手い人は攻撃チャンスと考えるかも。私はこの技が苦手で、2周目ループは強和破壊を使っています。大シャボンが出る前の手を上げている間なら止められます。ちなみに星が降ってくる攻撃は止まりません。次は強振度ダウンです。女性的な感じで寝そべっていてかわいそうになりますが攻撃チャンスです。これが終わると後半モーションに入るのですが、他の人の動画では前半中に倒していて抜け漏れ確認ができなかったので、抜けているモーションがあるかもです。抜け漏れ確認のために上手い人の動画を見て惚れ惚れするのが楽しみなんですけどね。では後半のギミックです。ダウン明けに水球を爆発させ、緑色の回復シャボンを投げます。この回復シャボンによって1手浴びると15秒ぐらい継続回復していました。強いです。そしてこのシャボンをローレライに取られると、ローレライが同じように回復します。めっちゃ強いです。ローレライ戦で後半戦を戦う人はあんまりいないかもですが、回復されるとだるいので一応触れておきました。では後半モーションです。後半も攻撃の順がほぼ固定なのでノーカットで見ていきます。まずは水球を爆破させ、前述の通り緑色の回復シャボンを放ちます。そこからシャボン、星9つシャボンです。浮き出てきたら星を5つ飛ばした後に3連の尻尾振り回しがきます。ホロタク6ではフィールドボスがやっていた足を振り下ろすモーションを見かけず残念ですが、この全身を使って尻尾を振ってくるモーションは残っていました。実に人魚って感じで綺麗です。ローレライ足に惚れちゃう NPC に共感します。手を上げて衝撃波を出した後、大きなシャボンの中から3つの玉を投げてくる攻撃は金色に光る地面が後で爆発するので注意です。くるりと回って大きめの玉を投げて衝撃波を起こした後に再び緑色の回復シャボンが生じることもあります。前述の通りローレライが回復すると嫌なのでもらいに行きます。何もない地面で潜ったら金管が収縮して衝撃波を出し、シャボンを落としフィールド中央に移動します。次は5つの星を2回落とす攻撃で
一度ニュートラルに戻って戦撃を振り下ろしてきます。星が降っている途中に強化破壊をしても振り下ろし戦撃につながるので、これらは別の技とみなしましたが、必ずセットでやってきます。地面が金色に光っている時に潜ったら、シャボンを2つ投げて、そこから両手にチャージをした弾を1つずつ投げてきます。そして巨大な星が入っているシャボンを落とし、それが5段の金管爆発につながります。この攻撃は円の外に移動することもできるのですが、この後フィールドの中央に戻るので、すでにフィールドの中央にいる場合は、その場で回避反撃していた方がマシでした。最後にシャボンを1つ落としながら、金管を収縮させて爆発させ、本体は中央に戻ります。ホロ特難易度6最後のモーションです。前半と似た巨大シャボンからの金管多弾爆発の後、後半の振り出しに戻ります。後半も猛攻を避けるのは大変ですが、行動パターンが固定で、次の予測が効くという意味では楽な子ですね。ローレライはホロ特難易度5にも固有モーションがありましたので、そちらも見ていきましょう。ホロ特5の前半もホロ特6の前半と同じく、特定の攻撃をループしていました。シャボンから大シャボン、星が地面に置かれて、8星の2ウェーブまでが第1ループです。この第1ループと地面に置かれた星が柱になるのがホロ特6と異なる部分で、前半第2ループと後半はホロ特6と同じでした。第1ループが終わるとハンモック状態になって、指のスナップとともに地面に置かれた星が光の柱になります。個人的にこのモーションが一番サムネ映えしそうだと思うので使いたいのですが、ホロ特6ではやらないモーションなので誤解されるかも。第2ループはホロ特6と同じなのですが、一応映像はつけますね。あと、最後に柱のそばで戦っている映像をつけますね。間に立てば安全です。というわけで、今回はこれで終わりです。この動画が気に入っていただけましたら、高評価、コメント、チャンネル登録などいただけましたら嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。